どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、自分がまだ今年に入ってから一度も生体購入動画を出していないことに気づいていますでしょうか？そんなの知らねえよって方も知ってるって方もお待たせしました。今回は久しぶりの生体紹介動画です。新年一発目ということで張り切ってやっていきたいと思います。それでは早速、今回購入した店舗をお伝えするんですが、珍しくチャームで購入しました。いつもならペットバルーンとかアクアライズで購入するんですが、珍しくチャームを利用。ただ、いろんな生態を購入していたため、念のため2日がけ陸送ではなくタイム便で送ってもらいました。2日かけてだと送料がかからないんですが、その分生態への負担も大きいので、買うタイミングは気をつけないといけないですね。ちなみにタイム便の料金は1500円でした。せっかくなので購入品も見ていきましょう。まず出てきたのは大和沼エビ。この頃はチャームが最安だったんでたまに買ってたんですよね。水槽を立ち上げれば立ち上げるほど大和は必要になってくるのでついでに買いました。続いて出てきたのはボゴステモンエレクタス。あんまりショップでは見かけない組織培養だったので買ってみました。グローウォーの組織培養は地味に高いのでチャームではあまり買わないんですけど、ないものはこっちに頼るしかないですね。ちなみに状態はめちゃくちゃ悪いです。下葉が完全に枯れててよく送ってこれたなレベル。まあネットで買う組織培養って自分で選ぶことができないからこういうことままあるんですよね。自分くらい組織培養を買ってるとこれくらいのことではいちいち文句も言わなくなりました。ちなみにこちらのエレクタスはダメになってる下葉の部分を丁寧にカットして水中にぶっ刺しましたが、見事に全部溶けました。やっぱ組織培養は状態がいいものを選べるかどうかで勝敗が分かれますね。ということで皆さんは組織培養は実際の店舗で買うことをお勧めします。激安なら別ですけど。生態が多かったので2つの発泡スチロールに分けられてました。開けるとどういう基準で付けられるのかわからないおまけのバクテリア剤が出てきました。そして次に出てきたのは今回紹介する生態です。他にもいろんな生態を購入しているので機会があればまた動画でお見せしたいですね。ちなみにこの2つの発泡スチロールとは別に1つだけ用品を買ってたんですが、こちらは60サイズ段ボールで送られてきました。買ったのはこちらのトロピカの液肥。しばらく在庫がなくて再販され始めてすぐのタイミングだったので買いました。最近はどこのショップでも見かけるようになったので供給も安定するのではないでしょうか。すべて開封したのであとは生態の水合わせをして導入するだけです。水合わせの前に水温合わせを行ったんですが、あまりにも数が多すぎて90センチ水槽がパンパンになってます。というわけで今回紹介する生態はこちら。ローズフレームグラスエンゼル。価格は1匹3300円。こちらは新しく入荷されたらしい生態です。オスのみの単体売りで結構なお値段だったんですが思い切って購入。ちなみにそれからほどなくしてペットバルーンでもっと安く売られ始めて泣いたのは内緒です。まあチャームはオスをピンポイントで購入できるという利点があるから。ローズフレームグラスエンゼルはインドネシアのナトゥーナ諸島に生息するグラスフィッシュの仲間です。最大体長5センチ、適正水温22から28度、水質は弱酸性から中性。餌は基本生き餌で、人工飼料にはあまり餌付きません。名前にエンゼルとついていますが、先ほど述べたようにグラスフィッシュの仲間で、透き通った体色が特徴的です。他のグラスフィッシュに比べてエンゼルフィッシュのような見た目だからエンゼルの名を冠しているのかもしれませんが、定かではありません。ただ何も情報がないと透明なエンゼルフィッシュと勘違いしてしまいそうな見た目ですよね。
自分はチャームでこの生態を初めて知ったんですが、どうやらナトゥーナ諸島の固有種のようで、流通量が極めて少ないみたいです。道理で知らないわけです。2011年に初めて輸入されたらしく、日本では割と新しい部類になるのではないでしょうか。そんな感じで解説もそこそこに導入していきます。導入直後の映像がこちら。ローズフレームという名前に負けないくらい綺麗なヒレ先の赤色はとてもいいですね。基本的に透明な生態はほぼ体色がないんですけど、このグラスエンゼルは派手すぎないエレガントな色合いがとてもマッチしています。泳ぎ方も結構優雅で見にくいとは思うんですけど、ホバリングしている時に尾ひれと胸びれをピロピロ羽ばたかせているのが可愛いです。ちなみに派手さはオスの方が圧倒的で、成長するにつれてヒレが伸びてきて赤色と相まって見応えのある姿になります。体色は買い込むと若干ライムグリーンになるそうで、現在はまだほぼ透明です。またよく見てみると体に縦の縞模様がうっすら見えます。顔はなんというかおちょぼ口で、大きい餌は食べられないかもしれません。先ほど解説した通り、人工飼料にはえずきにくいため、まずは生き餌から始めるのが好ましいです。特に口が小さいため、ブラインシュリンプが適していると思います。続いて導入から数ヶ月後の状態がこちら。だいぶ色が変わりましたね。正直比較してみないとわからないレベルですが、変化してきているのは間違いないです。まず全体的に色が上がりました。特徴的なヒレ先の赤色はより強調されて鮮やかな色合いになっています。また導入直後は薄くて分かりづらかった縦縞模様もはっきりしてきており、印象がだいぶ違いますね。そしてライムグリーンになると言われていた体色ですが、確かにライムグリーン色に染まってきています。特に分かりやすいのが頭部から背中にかけての部分で、透明ながらもうっすらと緑色が乗っかってきました。透明が売りなのに色が乗るのってどうなんだろうと思っていましたが、思いのほかナチュラルに色が上がってきたためいい感じです。臆病な性格で同居している生態に追いかけ回されたりすることが多く、あまりフィンスプレッティング的なことをしないので、映像ではヒレのバサバサ感があまり出ていないのが残念です。たまにホバリングしている時にヒレを広げている時があるので、そのタイミングだとオスっぽさが前面に出てとても綺麗です。ちなみに餌はフレーク状の餌とブラインシュリンプをあげているんですが、やはり前評判通り人工飼料にはあまりえずかない印象です。フレーク状で口に含みづらいというのもあるとは思うんですが、明らかに生き餌を見る目と人工飼料を見る目が違います。ブラインシュリンプを入れた時は俊敏に動き回って食いあさってますが、水面に浮いている餌に関しては食ってるのか食ってないのかわからないレベルです。我が家では常にブラインシュリンプが給餌できる体制が整っているので、特に気にはしていないんですが、あまりブラインを沸かさないご家庭の場合は餌食いの悪さに苦労するかもしれませんね。自分がおすすめする生態は基本的に生き絵志向なのが玉に傷です。そしてこの撮影からしばらく期間が空いてからさらに変化があったんですが、少しオラつき出したんですよね。今までは追いかけられる側に回ることが多く温厚な性格なんだなと感じていたんですけど、最近テリトリーを確立してきたのか、他の生態を追い払うような仕草が見受けられます。グラスフィッシュ系は臆病な性格が多いイメージなので、ローズフレームグラスエンゼルも例外ではないと思っていたんですが、必ずしもそうとは限らないようです。見かけによらず遊泳力も高く、長尺の映像が撮れていないことから察していただけると思うんですが、急発進、猛スピードで動き回るため、画面からすぐにフレームアウトします。他の一回り小さいサイズの臆病な生態の場合、追いかけ回される可能性もあるので注意が必要です。こればっかりは個体差次第というところがあるので、
どちらに転んでもいいような婚姻を心がけた方がいいと思います。というわけでいかがだったでしょうか。新年一発目の生態紹介動画は透明感がとても美しいローズフレームグラスエンゼルでした。買い込めば買い込むほど違った印象を受けさせてくれるいい感じの生態なので、育てる楽しみもあります。ただ生き絵メインになりそうなところが若干心配要素ではあるため、いざという時にブラインが沸かせる環境があるとよし。ちなみに本当に入荷が安定しておらず、周りのショップでは全く見かけませんし、現在はチャームでも欠品状態。入荷があった時は全国で出回る可能性もありますが、常にいるような種類ではないため、気になった方はチェックしておきつつ、買えるタイミングで買っておきましょう。自分も安く売られていたペットバルーンで追加購入しなかったことを若干後悔しているので、買いたい時に買っておくのが吉。こういった生態はめちゃくちゃ見かけていつでも買えるだろうというタイミングで悩んでいるうちに、どこのショップからも姿を消していることが多い気がしますね。今後もいろんな生態を紹介していくので、気になる方はぜひチャンネル登録して次の動画をお待ちください。というわけで今回はここまで。